これが弱い日向ですので、このあたりをちょっとしつこく描くっていう感じですね。全部同じ風な綺麗な色ではいけないんですよね。はい。こんにちは。柴崎ですよ。元気ですか？元気？うん。そう、よかったね。おかげさまで柴崎も、元気にやってます。やっぱり何よりも元気ってことは大事だよね。でもそう言っても、やっぱり、柴崎もこの年ですからね、ちょっと今日は少しあれかなっていう時もありますか？それでも、ね、気持ちを切り替えてやっていきましょう。いつも柴崎の動画を見てくれてね、本当にありがとう。もう感謝してます。そして、たくさんのコメントもいただいてます。高評価もいただいてます。ありがとう。こんなにありがとう尽くしたんだけど、もしよかったらですね、またの方はチャンネル登録もちょっとしていただけると、一層嬉しいです。さて、今日はですね、柴崎が添削します。柴崎が主催するオンラインサロン、シバーツのメンバーの方の作品の中からね、選んでね、やってみたいと思います。さて、今日はどんな絵があって、柴崎はどうするかね。では、ゆっくりご覧くださいね。はい。ではね、見てみましょうね。どれにしようかな。これ夏みかんだ。夏みかんですね。今のこの寒い季節ね、柴崎のうちのところの話なんだけどね、周りの木々がね、葉っぱが全然ない時に、夏みかんって葉っぱが緑緑してあるんですよね。で、そこにちょうど今ね、緑してるところに、もう本当にオレンジ色の実がなってるんですね。とてももう目立つっていうかね、ありがたい感じがするよね。今の季節、緑でちゃんとオレンジの実がなってるんですから。それを描いたんだね。友人が撮った夏みかんの写真を元に描いた。もうちょっと鮮やかに描きたかった。何か葉っぱも難しい。っていうふうに書いてあるね。確かにそうかもね。ちょっと見てみようね。これだ。立派な夏みかんだね。もう、お日様に向かってピカピカ光ってるね。素晴らしい。で、これを、こう書いた。なるほど。確かにあれだな。この夏みかんの、確かに色がもうちょっと太陽に輝いてるように描きたいね。それから葉っぱも、ちょっと混乱してるよね。ちょっとここのとこね。ぐちゃって混乱しちゃってるし。葉っぱはね、結構大事ですよね。ここでもぐじょっと書いてるんだけど、どうなのかな？本物ちょっと見てみようかな、もう一回。これ見ると、やっぱり葉っぱが一枚一枚結構形しっかりありますもんね、こうやって。もちろん日本描き方も大事なんだけども、この葉っぱがですね、どういうふうに重なってるとかですね。やっぱりそれは自然が作り出した素敵な造形なんだよね。だからそういうとこをね、ちょっと描いてあげるってことはやっぱり大事だよね。この上の方も葉っぱがちゃんとこうなってるよね。これは木がもっと大きくて、もっと上の方まで木があると思うんだよね。で、それでこの実がこうやってそこにぶら下がってるわけだから、上の方に木がわーっとありそうかなって、画面の外までありそうかなっていう感じは絶対描いた方がいいと思うよね。じゃあちょっとそこら辺見てみましょうね。じゃあやってみます。それではやってみましょうね。夏みかん、縦画面で描いたんですね。ちょっと待ってください。ちょっと待ってくださいね。ちょっと今資料。はい。よいしょ。物差しがどこ行ったかな。あれあった。ちょっと待ってください。よいしょ。ありました。縦画面で、この辺に書こうかな。この辺に。よいしょ。この辺に。これでいいかな。はい。
曲がってないかな。大丈夫ですよね。で、待ってください。夏みかん。そうですね。ご本人は、これ、どう書いたのかな。そうか。結構身を下の方に書いてるんだよね。でもやっぱ上からぶら下がってきてるって感じのために、ここ開けた方がいい感じがするんだよね。ここ。だから柴崎はですね、ここ開けまして、もっと、開けましておめでとうっていう、シャレ言ってる場合じゃないんですけど、開けてですね、それで書こうかな、ですね。で、さらにその向こうの身もここにこうあるようですので、特に大事なものはですね、ここもっと空間を開けると。で、こんな雰囲気で、その向こうの方にも、ここにもちょっと書いてあるかな。書いてないね。書いてないからいいか。じゃあ、ここはオーバーラップしてから、ここはバラバラですね。上で立ち落とそうかな。こうやって、上で立ち落として、それでこれをもうちょっとこっち移動させますね。こっち移動させて、なんとなくぐじゃぐじゃと、こんな動きが見えたら面白いかな。ちょっと待ってください。消しゴム。こんな、どうかしら。それで、葉っぱが、まず主な葉っぱが、これはご本人書いてないんだな。なんか、こんな風になって、ですね、始まりの時に葉っぱを大事に書きましょうかって言った手前ですね。書きますね。この葉っぱだよね。これがすごく手前に来てるんだよね。こうなっているって、からここに実を切るようにして、こうくっついてる葉っぱ。こうなってる葉っぱだ。僕は結構面白いし、大事なところのような気がするんだよね。こうとこうなって、こうなって、これがこうなって、こうオーバーラップして、やっぱりこの自然のデザインっていうのはですね、やっぱりちょっと考え及ばないですよね。今日テレビ見たらアールデコの番組やってたんですけども、やっぱり自然の、日本の美術もそうなんでしょうけど、やっぱり自然のこのモチーフのデザインってね、すごく大事にしてますよね。それを喋っていてわかんない。これか。だから、それはやっぱり一つの例えば、夏みかんがですね、自分の体をちゃんと成長させて生きていく上でも、やっぱり必要ななんか葉っぱのつき方だったりなんかするのかと思うんですよね。ですので、ここら辺はなんか書いてらっしゃるんですね。ここは書いてる。だから何もかにもそっくり真似しなさいっていうわけじゃないんですけども、こっち向こう側の暗い葉っぱが、なんかここにオーバーラップしてるとかってね。やっぱり取り入れて
ですね。そこから学んでみると、もちろんいらないものは省略しちゃった方がいいと思いますが、ですね、そこは大事かなとは思うんですよね。なんていうんかな、真似るっていうこと、真似て学ぶっていうことですよね。そこは大事かと思うんですよね。それで、その中で、取捨選択はですね、ご自分の、全く好きなことですので、やられたらいいしですね。これご本人はどう書いてる？これも、こうして、こう書いて、こうなって、この枝が、だからこう来てるんだよね。それで、これがなんかこっちへ、この後ろ回ってこれにくっついてんだな。今わかったぞ。で、こうなって、こうなって。で、だからここに葉っぱがいろいろあるので、その間からチラチラ見えるんだ。そっかそっか。そうだね。はい。で、ここは暗いんだね。そういうことですね。はい。それでですね。まず、大事なものから書いちゃいましょうかね。大体もちゃんと書かないと、その他、副次的な要素をですね、処理がですね、はっきりしないですので、あれ水がないかな水がない。あれおかしいな。あれ水汲んできたはずだったのに、どうしたんだろう。ちょっと2、3秒ください。水を汲んできます。よいしょ。はい。よいしょ。すいません。お水を一つしか汲んでなくて。よいしょ。はい。それでですね。まずイエローをたっぷりですね。はい。たっぷり塗りまして、それで、こうですよね、光がですね。こうなって、どんな筆でもいいんですけど、周りから攻めてきましてですね、円周状って言ったらいいのかな。こうやって攻めてきて、丸い形をですね、作るような感じにしながら、はい。こんな感じですね、まずね。はい。そうしましたら、それにバーミリオンを少し足しまして、次、こうですね。こうやって、できます。そしてまた、どこですね。こうやって、
塗っていきます。はい。今度はバーミリオンがもっと多めに入ってきて、こうですね。この実は繰り返しなんですけども、よいしょ。こんな感じかな。うん。こうなってきまして、こうね。えーっと、これが弱い日向ですので、このあたりをちょっとしつこく描くっていう感じですね。はい。こうでしょうか。それで、今度は、クリムゾンレギがいいかな。えーっと、こう、底の形ですね。それから少し、コバラとセルリアンブルーでもいいかな。加えた色で、ちょっと待ってください。こういうとこの影ですね。から、こういうとこですね。塗ってしまいまして、で、そのような色で、また、こっちへと、少し攻めながらですね、グラデーションの雰囲気を作っていきます。で、ここはやらないんですね。はい。こんな感じで。そうしますと、ありがたく光ってきたかなと思います。で、他のところも基本的には同じなんですね。まず、イエローのディープで塗って、よいしょ。そして、バーミリオンを加えてですね。もうちょっと乾いてから、ここでやりましょうか。こうやってやって、こうだよね。それから、クリムソンレーキに、セルリアンブルーあたりちょっと加えた色で、日陰をはっきりさせてしまいます。よいしょ。こんな感じかな。ここですね。それで、
いいかしら。ここをもうちょっと強く。そこの分を強くこう入れると、この反射がですね、強く見えるかなと思います。このくらいね。あと、まだあったんだ。まだありましたね。もうみんな同じことになるんですけど、ただ同じことになるんですけども、他の、要するにこれが一番っていうわけですよね。何が一番、何が二番という、もうこれは大体でいいですよね。見出して分かったわけですので、何が一番、何が二番というのは大事ですよね。だから常にこれと見比べてですね、はい。書くというようにしたらいいと思います。こうやって、トン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 と。もう分かったのであんまり詳しく書かないとですね。はい。こうやって、こうでしょうか。これでいいかな。それで、少し今度はくすませてグリーンなんか加えているんですね。少し再度落としましょうか。全部同じ風な綺麗な色では、やっぱり少しいけないですよね。だから、グリーンの色ですね。で、再度落として、これが一番という感じですね。もう絵が乾いてきたので、もう一回ですね、こう弱い日向を、こう少し、こう書き起こしてですね、このくらいいいかな。書き起こして、質感をつけると。で、こっちの方は、弱くですね。あんまりやらないようにするということでしょうか。他に、まだまだ。葉っぱの間から見えるみかんが。今度は色を混ぜ混ぜして、ちょっとあんまり鮮やかでない色でですね。どこにあるんだ？あれ？これ。ちょっとわからないので、後で書きます。すみません。時間が、この添削ってね、やっぱり見ていただけてるあなたにですね、やっぱりちゃんと見てほしいっていう気持ちはありまして、ね、お忙しいのに時間取らしちゃってると思うんですよね。だから、あんまりこうじっくり書いてみたい気もするんですけども、ね、でもあんまりじっくり書いて、忙しいのに、柴崎のこんな絵にですね、付き合っていただいてるのに、さらに付き合っていただくってんじゃ、あまりにも、あれなので、さっさと書きますね。すいませんでした。はい。それで、葉っぱですね。はい。とにかく、シュッと、どこの葉っぱだ？こんな葉っぱかな。こうやって、とにかくこれを手前にこう引き出すようにしてみたいですよね。
こんなんなって、まあ、こうやって、これか。こうな、こうで、それでここに至ってんですね。こう来ていって、で、これがこうなっていて、こうなっていて、ですね。で、これがこう反射してる。素晴らしいですね。この色はここに映ってんだよね。どうです？もう本当にびっくりですね。そんな感じで、こんな感じで先端にこんな色がちょっと入ったりして、それで思いっきり鮮やかに、ちょっと待ってください。これが、こんな感じで、こっちへ、こう透けていって、こんな風に見えているんですね。それでこれがここからこう来て、こう来ている。で、ここに回り込んでる。こんな具合。で、しかもこの緑ってのは、こんなクリムソン色っぽい色をこうね、まといながら、こっちの方にこんな風になって入ってきたんだよね。こういうのはやっぱりこう見てみると勉強になりますね。ちょっとこう、で、ここ透けて見えるのね。で、これも、ちょっとこういう雰囲気を持ちながら、いや、すごいな。で、こうなって、こうなって、こう切って、こうなってるんだね。で、その影が、これがここで、こう影が起こってるんだ。で、これが透けて見えていて、透けてるんだな。ここが、なんかこんな風に透けていって、こういう感じだよね。こんな感じで。ここが、こう見えていて。こうで、よいしょ。よいしょ。ここら辺が、明暗の対比をちょっと強めまして、こうやって、それで、ここが、こうなって、で、
このところがですね。こう切って、こうなってる。イエローが入った明るい色で、こうなって、こうなって、こうで、こんなんですね。で、これが、とても明るいんですね。とても明るくて、こうなって、少し赤系統の色がこう入っていて、こうなってる。それで、ここの接触したところがとっても暗くって、で、こうなって。これは、本当に勉強になりますね。はい。なんかそれで、こう、なんか一枚一枚幅ができていくに従って、なんか絵が出来上がっていくような、そういう感覚にとらわれて楽しいですね。今度これ書くものって。そう思いません？こうやって。で、まあ大事なところさえこう決めてしまえば、あとはですね、だんだんこう気分的に書けると思うんですよね。はい。まあその方が多分見てる人も面白いでしょうしね。こうやって、だから明るいところを探せばいいんだよね。まあ、今こんなといいのかな。それで、こうやって、なんとなくこういう雰囲気で、ここが暗いんだ。ここが、とにかく明暗の対比ですので、ここが、よいしょ。こうなって、こうなってまして、で、なんとなくこうなってんだね。ここのとこは、紛らわしいからくっつけちゃいましょうかね、ここね。こうやってくっつけちゃうと、これが手前に見えるよね。で、ここら辺、ちょっと暗く実際も暗く書いて、この葉っぱも手前にこう出したいところですね。だからこれもっとこっちまでこう塗っちゃおうかな、こうやって。で、ここなんか虫食いのなんか跡みたいにあるんだけど、なんかこんな感じで、で、さらにその向こうの方、この葉っぱの向こう、こんなんなったり、こんなんなったりして。まあ、もうこれに来るとはですね、もうあんまり緑にこだわらないでですね、こう塗っちゃおうかな。それ
からこっちにも、こう、それのこの身をどう、美味しく見せていくかということが最優先ですので、そのことをですね、第一に考えながら、それで、でも、同時にでも、この身の形とかですね、これ辺、第一にですね、で、絵作りすると。これ、添削なんですけど、これが手抜かないですから。はい。ですね。もう、あれ、これ、樋口さんだったかな。ね、一生懸命、本当にいつも熱心にね、絵を描いてくれてますよね。それに応えるためにも、柴崎もいい加減なことはできないですね。はい。で、先ほど言いましたけど、あとは、ここの身をどう見せるかということに、神経を注いでいくということになるでしょうか。で、ちょっと待ってください。例えばそうですね。黄色オレンジが見えるっていうためですね。ブルーやオレンジですね。そういう反対色というのを、積極的に使うということですね。はい。そうやって、でも同時にですね、ちょっとつなぐ場所ですね。あまり一個バラバラにならないように。そしてこの身を美味しく見せていくということかと思います。で、あとなんだろう。あともだんだんですね、こういうふうに、タッチを活かして、書くとかですね。こんなんでいいかな。はい。で、これを見せるためにこっちに明るい葉っぱを置かなきゃいけないんだね。明るい葉っぱを。ここに明るい葉っぱを描きまして、実際にここに明るい葉っぱがあるから、これが存在が見えるんでしょうから、それで日陰っていうか、葉っぱ本来の色を、ここに、このへりを残すようにして、こっちへつけてですね。で、これがポンと手前に見えれば、きっといいだろうってわけですね。あと何がある？何かもう、あと葉っぱがいっぱい葉っぱがいっぱいあるみたいなので、ですね。これもそうか。もうさっき言ったように、これはもう筆のタッチを活かしまして、こうですね。こうか。こうなって、
こう、なんか暗い明るいを作りながらですね。ああ、そうか。こう書いていくと、ここに実がなくなっちゃうんですね。しまった。しまった。えっと、あれと思った。自分で身を上に移したんでしたね。はい。自分でやっていながら忘れてました。すいません。そうだそうだ。だから、もうこれも明暗で絵をこう作りながらですね。こうやって、こんな感じで。これも、こうでいいかな。はい。まあ、あんまりこう、色が退屈になってきましたら、こうやって色を入れるというわけですね。はい。肝心なものを先に書いておくと本当に仕事楽なんですよね。それをこう目安にしながらですね、絵をこう描き進めていくことができますので、本当に楽になります。それで、まあ明るい、暗い、明るい、暗いという、まあ明度対比を作ってですね、ここのところを、こうかな。それで、これが、こうっていうね。で、こっちが日陰の方にみんななってきて、で、日陰同士をまとめまして、もう一回、こうだよね。で、その下に、また日陰の緑を、ここに加えて、日向の色を見せて、よいしょ。こう見せていくと。こんなんでいいかな。これはこう回り込んで、ここは日陰ですね。ここは日陰になってるんだ。あとはもうこんな色だよね。こう少しこう、ちょっと明るめにすると、下の方にある葉っぱとかですね。なんかそんな風にこう感じるようになります。はい。で、あとはこの間に見える空間なんかを考えながら、こういうところにいろいろな葉っぱをこう描いていくと、ね、下へとこうなっていくだろうっていうふうに見えるかと思います。こんなとこは、こういうので少しこう溶かすようにする。こんなね、こんな仕事がね、結構大事だったりするんですよね。はい。それで、先ほど言ったように、こう緑がですね、こう、だんだん栄養不足にならないようにですね、他の色をこう加えるということですね。はい。そんなことでいいかな。
ね。美味しそうな感じに。はい。こんなとこも、こう重ね塗りして、このままの勢いでこっちをこう塗ると。こういう作業だよね。こうやって、常に一体化して塗っていくと、こういうわけです。はい。だんだん、こいつがってか、このみかんさんが美味しくなって見えてくるだろうと思います。はい。で、ということで、いいかな。もう、ね、とてもよく書けてるので、こうやってですね、こう書いてみたり、色を少しずつ変えながら、こうやって、こう書いてみたり、こうやって、で、またその後ろの方にこんな色を入れたりですね。いろいろして、書くと。ここみかんだったんだな。しまった。それで、はい。こうやって、こうやって、ここが、こうですね。うん。いろいろ入れてですね。あんまり矛盾がない程度に、空間を埋めていきます。はい。例えばこうですね。こうやってこんな風にして、重ね塗りしたりしてですね。よいしょ。はい。こんなんかな。それで、ここにあんまりもう鮮やかな色じゃなくていいですね。もう見た人は美味しいですね。夏みかんがあるっていうことはもう分かってますので、逆にこのくらいですね、若干いい加減って言えば変なんですけども、そのくらいに書いてあげた方がいいですよね。はい。その方が、見た人も気持ちが楽でいいかと思います。はい。で、そうですね。何かよくわからない色ですね。ちょっと
白いとこをちょっと埋めまして、ですね。こういうとこですね。こう、それでこう、絵作りをするというわけですね。はい。ですね。あとは何がある？こっちの方にも、ね、葉っぱの間からみかんがあるよというようなことを、暗示してもいいかもしれないですね。で、先ほど言いましたように、もう、だいぶ書いたので、いくつかの明るい葉っぱのパターンを残しながらですね、もう、タッチで書くということですね。はい。これをまた一枚一枚説明されるのもちょっとね、嫌なもんですので、こんなことでしょうかね。はい。よいしょ。ここら辺もなんか、こうやって、暗い葉っぱ。これはなんだ？こう来て、こっちが暗いんですね。こうやって、こういう葉っぱだったんだ。これですね。はい。で、これが、これがでも手前の葉っぱですので、赤も混ぜて少し黒っぽくして、こんなことでですね。はい。で、こうやって、こんな風で、はい。で、あとは、暗いとこは暗いとこでまとめていきまして、ですね。あまりバラバラ感がないようにですね。こんな感じかな。
仕事がだいぶね、こう長くなってしまうと。どうでしょうか。まあ、ね、こう、ですね、柴関は、少しこう、身をですね、ここを広く開けてですね、お写真のように、この大切な身をもう少しこう上に描いたんですね。それから、で、この身の配置をですね、一番大事なものを次のもの、からなんとなくこっちの方にちょっと見えるもの、からここに見えるもの、から上に見えるもので、ここで切ってやってですね。で、なんとなく、こんな風なんですね。動きがこう出るように置いてみたんですね。はい。だからですね。これ、上に下。上に下って変な日本語だけで上にしましたですね。それで、動きをつけた。ですね。だから、やっぱりこう、なんて言いますか。やっぱり、あの形を、やっぱり大切にですね。はい。こういうところ手前に出てくるんですね。あと、ここには美味しくなさ、美味しく、もう少しですね。色を工夫してほしいわけですね。はい。そんなんですね。どうでしょうか。はい。以上です。はい。はい。書き上がりましたよ。よいしょ。ねえ。夏みかんだよね。今の季節ですよね。柴崎のうちにもあります。はい。こういう冬の時ってね、周りがあまり緑ないでしょ。でもこの柑橘類っていう葉っぱ緑なんだよね。そしてそこにこういうオレンジ色の実がなるから、すごく華やかに見えるんだよね。それを書いてくれました。とっても上手だったんですね。ちょっとね、こんな風に動きをつけたらいいかなとかですね。やっぱり葉っぱなんかはとても実だけじゃなくて葉っぱも大事だからね。そういうものを、やっぱり実際のものとか、資料を参考にして書き込んでみるっていうのも大事ですよっていうようなお話をしながらやってみたんですけど。どうでしたか？参考になったかな？見てて、みかん書きたくなった？ね、ぜひ書いてみてください。ここで、ちょっとお知らせがありましてですね、柴崎がやってる講座についてです。柴崎は、今、2つ講座やってます。一つがですね、アートクレヨンを使ったクレヨン教室ですね。もう一つが、柴崎がですね、このオンライン上である透明水彩を使った水彩講座です。いずれも柴崎と一緒にあなたもお絵かきします。きっとね、たくさんの発見もあるし、楽しい時間になると、柴崎、自分でやりながら言うのも変だけど、確信してます。この2つの講座とも、ぜひね、この動画の概要欄からどういうものか覗いてお申し込みくださいね。はい、お待ちしてます。さあ、まだまだね、春になったと言ってもまだまだ寒いですね。お体に気をつけて過ごしてくださいね。そしてまた次回、違うテーマ、違う作品で元気にお会いしましょう。今日どうもありがとう。長い時間ね。はい。どうもありがとう。またすぐにお会いしましょう。はい。柴崎でした。はい。